みんな、こんにちは。なななです。この動画は、ほぼ毎週のようにリリースされる、モバイルスタックさんの新商品をざっくり見ていこうかなっていう動画だよ。ここで紹介している商品は、ジミーさんが毎週金曜に X でポストしている商品じゃなくて、スイッチサイエンスさんで取り扱いを開始したものを紹介しているよ。これはテスト的な動画で、みんなの反応を見つつやっていくから、もしよかったら高評価やコメントよろしくね。はい、今日紹介するのは、2024年2月の初旬にスイッチサイエンスさんのお棚に並んだこちらの5つの新商品。なんだけど、このうちの GPS ベースと PWM ベースについては、以前から同じモジュールがアトムライトと同梱でキットとして販売されているよ。今回はアトムライトを含まない単体での販売になっただけだから、この2つについては詳細はスキップするね。アトムシリーズをすでに持っている人向けの商品なのかな。それじゃあ3つ目のユニットリフレクティブ IR から詳しく見ていくよ。はい、じゃあユニットリフレクティブ IR 見ていこうかな。これは赤外線を使用したセンサーモジュールで、赤外線の LED と受光用なフォトトランジスタが搭載されていて、センサーの前にね、物があるかどうかとか、あと対象物までの、ざっくりとした距離をね、調べることができるよ。信号出力見てみると、アナログとデジタルの両方があるね。で、アナログ出力は ESP32 のアナログ入力ピンを使うと4096段階の分解能で検出があるのかな。で、デジタル出力は、コンパレーターっていう IC があって、アナログの信号の電圧を見て、閾値より高いか低いかを見て、高かったら1、低かったら0を出力するようになってる。で、閾値自体はユニットに搭載された可変抵抗で調整できるみたいだね。赤外線センサー、何に使うかっていうと、さっきも言ったけど、物体検知とか、距離のね、大雑把な測定とか、あと人感センサー、それくらいかな。こういう商品って今までもありそうだったけど、意外となかったんだね。今までの商品見てみると、パッシブ型の人感センサーとか、TOF センサー、超音波センサーもあったみたい。でもこの赤外線センサーはなかったみたいだね。はい、続いてユニットカム S3 見ていこうかな。ユニットカム S3 は ESP32S3 が搭載された Wi-Fi カメラユニット。カメラユニットって結構過去にもいろいろ発売されているけど、今回発売されたユニットカムっていうのは PDM マイクとマイクロ SD カードスロットの両方が搭載されてるっていうことが特徴かな。あと、MCU に S3 を搭載したカメラも初めてみたいだね。で、ESP32 が搭載されているのがどういうことかというと、電源さえあればこのカメラ単体で動作できるっていうことだね。ユニットには USB 端子がついてないんだけど、そこのグラブと USB という変換コネクタを使えば USB 系のファンウェアの書き換えができるみたい。あとはね、裏面のピンに直接ライトを接続してもファンも勝ち込むことができるよ。カメラユニットの用途としては Wi-Fi に接続して遠隔地の動画撮影に使うとか、あと SD カードスロットもあるから、Wi-Fi に繋がなくても撮らせた動画を記録したりすることができるよね。で、このユニットはボディもあって、ネットワークカメラとして必要な機能が揃った感じかな。僕の個人的な評価だけど、過去の商品と比べてもね、結構機能のバランスはいいから、ネットワークカメラとしての完成度って結構高いんじゃないかな。はい。最後は LAN モジュール13.2見ていこう。はい。LAN モジュール13.2は、イーサーネットコントローラーと RJ45
一般的なランターシー画面を搭載してるモジュールだよ。簡単に言うと、有線 LAN に接続するためのモジュール。で、同じイーサネットコントローラーを搭載したモジュールが以前にも発売されているんだけど、以前のものは、もっと産業用途にね、特化したモジュールになってたよ。今回のモジュールは、より一般向けをターゲットにしてる感じだね。以前のモジュールからの変更点は、名前にもある 13.2。これはモジュールの高さで 13.2 ミリっていう意味だよ。以前のモジュールは高さが28ミリだから、だいたい半分ぐらいの高さになってるみたいだね。以前のモジュールにない特徴としては、チップセレクトピンが搭載されていて、2つのモジュールを同時に使用することができるようになってるよ。ということは、2つ重ねて、デュアルイーサネットを構築できるっていうことだね。で、コントローラーの仕様としては、10メガ、100メガで、TCP、UDP みたいな一般的なプロトコルを使えるようになってるよ。で、LAN モジュールの用途としては、M5 スタックと組み合わせて、簡易的なウェブサーバー作ったりとか、Wi-Fi のアクセスポイントにしたりとか、そういうことができるよね。拡張端子を使うと、RS485 からイーサネットへの変換もできるから、引き続き産業用途も使用可能だね。はい、ここまでで2024年2月初旬にスイッチサイエンスさんで発売された M5 スタックさんの新商品5つ紹介してきたよ。僕はユニットカム SC が結構気になってるかな。みんなも気になった商品があったらぜひコメント欄で教えてね。はい、じゃあ今日はここまで。もしこの動画が面白かったら高評価、コメント、チャンネル登録、X のフォローもよろしくね。じゃあまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。またね。